にちは、ちぼです。今回は女子一人旅で訪れたカザフスタン、キルギスでの購入品を紹介します。この動画をご覧いただいている方にはこんな方が多いのではないでしょうか。実際に買ったものやその値段を紹介しながらカザフスタンやキルギスのお土産のイメージを膨らませていただけたら嬉しいです。定番のものからちょっとニッチなものまでご紹介しますので、ぜひ楽しんでいってください。このチャンネルでは飾らない海外女子一人旅の Vlog や購入品の紹介などをしています。ぜひチャンネル登録の上楽しんでみてください。それではスタート。まずは今回の購入品をざっくり紹介します。カザフスタンとキルギスではこんなカラフルで可愛いお土産を買ってきました。国旗柄が可愛い定番のチョコレートにばらまきにもぴったりなキャンディー、女子へのお土産にちょうどいい自然派の石鹸や遊牧文化を感じるユルトのマグネットや女の子の可愛らしい人形、そして一目惚れした木箱入りのナッツに現地の味を楽しめるスパイスミックス、地形を生かした特産の蜂蜜まで。この後それぞれのお値段や値段交渉のエピソードを含めて一つ一つ詳しく紹介していきます。まずはカザフスタンでの購入品から紹介です。まずですね、カザフスタンの通貨はカザフスタンテンゲと言います。1カザフスタンテンゲが 0.3 円になります。なので日本円に換算するときはだいたい3分の1っていう風に考えると分かりやすいと思います。物価としてはお水 1.5 リットルがだいたい400から500テンゲぐらいでした。でやっぱり観光地のレストランなんかはちょっとお値段が上がるような感じですね。私はちなみに市場やスーパーなどで買い物をしてホテルで自炊するっていう形にしていました。あと意外だったのが結構クレジットカードが使えたということです。想像していたよりもクレジットカードは使えて、街中の小さい商店だったり売店などでも漏れなくクレジットカードが使えました。逆に市場などは現金が必要になります。ではまず最初はラハットのチョコレートです。カザフスタンのお土産といえば有名なラハットというブランドのお土産のチョコレートになります。国旗のマークの板チョコから個包装のカラフルなキャンディーやチョコレートなどが売っているメーカーになっています。アルマトイのグリーンバザールの近くにはもうこちらのラハットの工場があって、そこで直売店などもあります。こういった板チョコは1枚から買えますし、個包装のキャンディーなんかはもうバーって箱にね山積みされているのを自分で量り売りできるっていうスタイルになってます。なので自分の好きな量をですねこう測って買うっていうことができるので、ぜひ試してみていただきたいなと思います。ばらまき土産にもちょうどいいと思います。ちなみにラハットのチョコレートやキャンディーはとっても有名で、街中のスーパーどこでも買えます。スーパーの方が安売りしているタイミングとかもあったりするということで、私はスーパーで購入しました。グリーンバザールの観光に合わせて直売所で買うもよし、スーパーで買うもよしとなっています。続いては先ほどお話ししたこのラハットのキャンディーになります。こちらは街中のスーパーで購入しました。カザフスタンだとマグナムスーパーっていうのが有名なんですけど、そういう大きいスーパーだとほんとそれぞれのボックスに入ってるのを自分で好きな量計量して買うっていうスタイルになるんですけど、小さな売店とか小さな商店になるとこうやってもうあらかじめ袋に詰められた状態で買うこともできるようになっています。これはパンパンに入った状態で350テンゲで売られていました。ちっちゃいお店だとこういう風に350テンゲだったり400テンゲ500テンゲだったりちょっといろんな量を少しずつ変えて値段もバリエーション豊かに置いてあったりするので、最後の帰る前とかの小銭崩しとかでお土産買うっていうのにもちょうどいいかなって思います。実際に行ってもらうと分かるんですけど、本当色柄ともにとってもバリエーションが豊かなので、正直ねどれを買おうかめちゃくちゃ迷います。私はこっちはねレモン味だったんです。でこっちちょっとアセロラみたいな味ですごく美味しくて、私はこれがお気に入りでこの2つを買いました。本当はチョコレートも買いたかったんですけど、ちょっとチョコレート買えずじまいになってしまったんで、ぜひ皆さんもチョコレートとかもねいっぱいあるんで買ってみていただきたいなと思います。続いてはカザフスタンで買ったユルトのマグネットです。こちらはコクトベロープウェイの山頂にあるお土産屋さんで購入しました。このフェルトのデザインが中央アジアっぽくてお気に入りです。色も結構バリエーションがありました。白だったり赤だったり黄色オレンジなどあるので、好きな色を選んでください。カザフスタンのアルマトイだとあんまりお土産買えるところがこのコクトベのロープウェイか市場の一部のところぐらいになるかなっていう印象でした。カザフスタンの旅行でアルマトイしか行きませんっていう方は、グリーンバザール行ったところのそこの一部のところで買うか、コクトベのロープウェイで買うのがいいんじゃないかなと思います。
ちなみにこちらのマグネットは初め1500テンゲって言われたんですけど、値下げして1300テンゲにしていただきました。続いては蜂蜜石鹸です。こちらはアルマトイのグリーンバザールで購入しました。バザールの中でもちょっと端っこの方に位置していたと思います。この黄色と白の色味っていうのがすごい可愛いなと思って、お土産にもちょうどいいなと思ったので結構何個か購入しました。カザフスタンやキルギスっていうのは蜂蜜がとても有名なので、蜂蜜にまつわるグッズやお土産というのは結構売られていました。なので蜂蜜の石鹸なのでちょっとお肌にも良さそうだなと思って期待しています。食べる蜂蜜以外にも雑貨などもたくさんありましたので、カザフスタンやキルギスは蜂蜜が有名なので、ぜひ皆さんも試していただければと思います。これは1つ1200テンゲで4つ買って4800テンゲだったんですけど、それを4400テンゲに値下げしていただきました。続いてはスパイスになります。こちらはカザフスタンのアルマトイに滞在してた時は、私は夜ご飯は基本的にずっと自炊をしていました。なので結構バザールとかスーパーとかで食材を買うのと一緒にこういったハーブミックスだったりスパイスなどを購入していました。でその時にですね、使い切らなかった余ったものを持ってきたっていう形です。こちらはショルバの素ですね。でこれ以外にもショルバの素だったりマンティの素、プロフの素、ラグマンの素、お肉やお魚のスパイスミックスなどいっぱいあったので、自宅で現地の味を再現するのもいいですし、こういう海外料理が好きっていうお友達のお土産にもいいんじゃないかなと思いました。薄いし軽いし、こういうのたくさん買ってまとめ買いしてくるのもいいんじゃないかと思います。私もお家でですね、ショルバが恋しくなったらこれで作って再現しようかと思います。これはだいたいスーパーだと100テンゲぐらいで購入できるのでめちゃくちゃ安いです。ただ市場になるとこれちょっと割高で200テンゲで買いましたね。なので購入するときは市場で買うよりもスーパーで購入した方が多分安く買えると思います。続いてはキルギスでの購入品を紹介します。キルギスの通貨は、キルギスソムになります。1キルギスソムが 1.8 円ですね。なので換算するときはだいたい2倍ぐらいって考えていただければいいと思います。物価としては水が 1.5 リットルがだいたい45スムくらいで、バスは一律20スムでしたね。ただキルギスもやっぱり物価が上がってきているみたいで、レストランとかは Google マップとかでこう見てたメニューとか数年前のものよりもちょっと 1.5 倍から2倍ぐらいとか上がってるような印象を受けました。なので下調べした時に 1,2 年ぐらい前の人のいくらでしたみたいのを見ると、ちょっとそれよりも、高くなってるかなという印象です。ではまずですね、このキルギスのチョコレートです。キルギスにもなんとこういうお土産にぴったりな箱に入った板チョコレートがあります。こちらはビシュケクのバスターミナルで購入しました。どうしてもカザフスタンのラハットがすごい有名ですけど、キルギスでもね、この赤だったり白だったりお土産にすごくちょうどいいんじゃないかと思います。こちらは1個200ソムでした。続いてはナッツです。こちらはオシュバザールで購入しました。ちょっと中全部抜いちゃったんですけど、こういった形で蓋とね箱になっていて、ここの中に好きなナッツを自分で選べて入れられるっていう形になっています。これは箱とこの中のナッツ全部込みで500ソムでした。ちょっとお店によってこの値段の価格帯っていうのもちょっと変わるので、ちょっと私は安めのお店を選びました。蓋の絵柄もすごく豊富でしたし、サイズや大きさもまばらです。これはちょっとちっちゃめかな、2番目にちっちゃいぐらいのサイズなんですけど、これよりも一回り小さいのから一回り二回り大きいもの、また国旗の形をしたものだったり伝統楽器の形をしたものなどいっぱいありました。好きなのを選んでいただけるといいんじゃないかと思います。でナッツはたくさん種類があるんですけど、もちろん味見も可能なので、いろいろ試しさせてもらいながら自分のお気に入りを6種類ここに選ぶといいんじゃないかなと思います。でもちろんこの箱以外にもバラ売りで袋に入れてもらうこともできます。私はちょっとですね、その時にピーカンナッツと、マカダミアナッツを購入しました。で重さで購入することもできますし、値段指定で購入することもできるので、私はこれが1個ね、ナッツ6個入りのこの箱入りで500スムだったんで、ピーカンナッツとマカダミアナッツをそれぞれ250ソム分っていう風に値段で指定して、ピーカンナッツ250ソムとマカダミアナッツ250ソム、あとはこの500ソムで全部で1000ソムで買うっていう風にしました。感覚的になんですけど、こういう可愛い箱とかがいっぱい陳列されてたのはキルギスのイメージで、でもナッツとかドライフルーツとか種類が豊富だなって思ったのはカザフスタンのグリーンバザールでした。もし周遊する人なんかはね、それぞれの好みに合わせて購入してもらうのがいいんじゃないかと思います。価格帯はそんなに変わらなかったような気がしますね。カザフスタンで買ってもキルギスで買っても多分同じぐらいの値段なんじゃないのかな。そんなに大幅にどっちの国で買った方がなんかすごい安いっていう感覚ではなかったと思います。
続いてはこの白蜂蜜とナッツ蜂蜜です。こちらもオシュバザールで購入しました。どちらも150スム150スムでした。キルギスではこの白蜂蜜っていうのが有名なんです。標高 2000m 以上のところで採れた蜂蜜らしくて、クリーミーな口当たりが特徴らしいです。でこれはですね、私が購入したところがなんですけど、瓶ではなくてこういうちょっとプラスチックみたいな感じで、多分ね使い回しです。はい、もともとなんか入ってたやつに入れてるみたいな感じです。明らかにね、どう見ても新品の感じではないです。ただこれは私自身が別に自分で食べるようだし、あんまりそういうことを気にしないから、私は全然これでいいかなと思ったんですけど、そういうことを結構気にするような方だったり、あとは人へのお土産っていう場合は、ちゃんとしたバザールではなくて専門店みたいなところで瓶詰めされてるようなものを購入するといいんじゃないかなって思います。でナッツの蜂蜜っていうのも、これはくるみだったりかぼちゃの種だったりレーズンとかドライフルーツ、イチジクとかも入ってるのかな。すごく美味しそうなので、これは今後試すのはすごく楽しみにしています。であと一つ注意点なんですけど、私は普段リュックで機内持ち込み荷物だけで身軽に一人旅女子でしてますみたいなことを言っているんですけど、蜂蜜というのは航空会社のルールでいうところの、これは液体物になるので、こちらはですね機内持ち込みができないです。キルギスカザフスタンに行った時に蜂蜜を買って帰りたいっていう場合は、帰りの荷物は必ず受託荷物で預けなければいけません。じゃないとね、多分最悪の場合没収されます。私は行きは機内持ち込みサイズのリュック一つで荷物を機内に持ち込んでキルギスカザフスタンの方行きましたけど、蜂蜜を買って日本に帰るという時はリュックは受託荷物として預けて帰りました。なので、私と同じようなスタイルの方っていうのもたくさんこの動画で見てくださってる方いらっしゃると思うんですけれども、キルギスで蜂蜜を買いたい、そういった場合はですね、帰りは必ず荷物は受託荷物として預け入れてください。それが注意点となります。最後はこのフェルト人形になります。こちらはオシュバザール近くの Google マップで見るとバザルって書かれているところで購入しました。600ソムで購入しました。お人形はクオリティだったり縫製の細かさとかでお値段が変わるような印象でした。安いものからだと400から1000ソム台っていう感じですね。こういった民族衣装を身にまとった女の子や男の子、それ以外にも動物もたくさんありました。猫だったり虎だったり犬、羊などいっぱいありました。でこれがね、初め700ソムで売られてたんですよ。で値下げ交渉して、ただね値下げ交渉も結構渋られて650以下下がらなかったんですよ。何度も600あともう一息とか言ってもいや無理みたいな、全然なんかあれキルギスってそんなになんかウズベキスタンみたいな感じの値下げ交渉の文化ないのかみたいなぐらい、ちょっとあんまりなんか反応が良くなかったんで、じゃあ分かった650でって言って650で成立したんですよ。ただ私ね1000ソムしか持ってなかったんで、じゃあごめん1000ソムでいいって言って1000ソム渡したらお釣りが400ソム返ってきて、結局600ソムやないかいっていう、サンドイッチマンみたいな、なんかサンドイッチマンの漫才やってんのかなみたいなちょっとね面白かったです。はい、キルギスでサンドイッチマンの漫才みたいなことをするっていうのをやりました。なので結果650ソムって言われたんですけど、最終的に600ソムで買えるっていう形になりました。こういうフェルトの温かみのあるお人形っていうのはちょっといいなと思ったんで、これお部屋に飾ろうと思っています。最後にちょっと番外編なんですけど、カザフスタンやキルギスというのは基本的に日本からはですね直行便がないので、日本から行くんだと韓国経由で行くっていうのが一般的だと思います。インチョン空港のトランジットでは K カルチャーゾーンというところでこんなものが作れます。まずはこちら韓国ミラーなんですけど、こういった韓国の伝統的な文様に自分で色付けをして、後ろにはねハングルで自分の名前を書いたりすることもできるようになっています。こちらはキーホルダーなんですけど、こういった黒いねベースのところに自分の好きな螺鈿細工を散りばめてキーホルダー作ることができます。私ちょっときちっと乾かす前にカバンの中へ入れちゃってちょっとねぐちゃぐちゃってなっちゃったんですけど、これはねきちっと乾燥させてもらえば素敵なキーホルダーが作れると思います。その他にも漢服の試着体験など韓国の文化を体験することが盛りだくさんになっていて、これどちらも全て無料です。自分のお土産にもなるし旅の思い出作りにもなるので、ぜひ韓国のトランジットするっていう方、インチョン空港でトランジットする方はぜひ試してみてほしいなと思います。こちらの体験は第1ターミナル東側4階の乗り継ぎラウンジで体験できます。時間は朝の9時から夜の8時までです。トランジットのお客様専用になりますので、その点はご注意ください。以上、カザフスタン、キルギスでの購入品紹介になりました。誰かの旅の参考になったら嬉しいです。チーボーチャンネルでは海外女子一人旅の Vlog をお届けしています。
今まで行った国の購入品紹介は再生リストにもまとめてますので、ぜひご覧ください。この動画が役に立ったら高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。そしてチーボーチャンネルメンバーシップ LCC も新たなご登場のお客様をお待ちしてます。それでは最後までご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。